グローバルマクロパルスへようこそ。いやー、市場は今本当に歴史的な転換点の真っ只中にいる感じがしますね。まさにそうですね。東京時間ですけど、日経平均がついに5万8000円の大台を、試しに来たと。はい。これはもう単なる上昇じゃない。これまで30年間続いてきた市場の常識が、根底から移されようとしている、そういうサインですよね。まさに数字がその異常事態を物語っています。日経平均 2.3% 高。力強いですよね。強いですね。でも本当に注目すべきはそこだけじゃなくてですね、為替市場で円が対ドルで153円台まで急騰してるんですよ。これが普通じゃないんですよね。そうなんです。普通、日本の株が上がるリスクオンの局面だったら、円は売られるはずなのに、株高と円高が同時に来ていると。これはもう教科書には載っていない動きで、世界のマネーの流れが大きく変わったことを示唆してますよね。まさにパラダイムシフトですね。では、まずその震源地である日本市場の地殻変動から、深掘りしていきましょうか。はい。胡氏首相の地滑り的な勝利を受けて市場は、これを単なる政権交代じゃなくて、アベノミクス 2.0 の本格始動だと。日本の構造改革に対する強力な信任投与と捉えているわけですね。そういうことですね。投資家が興奮してるのって、目先の景気対策だけじゃないんですよね。と言いますと。具体的には、長年の課題だった法人税改革への本気度、それから特に AI とかグリーンエネルギー分野への研究開発投資に対する最大 50% っていう大胆な減税策。50% は大きいですね。大きいんですよ。これが日本の企業の稼ぐ力を根本的に変えるんじゃないかっていう期待ですよね。だからこそ世界の巨大な資本が今、東京市場へと大規模な資金シフトを起こしているわけです。なるほど。その動きはやっぱり個別株にもはっきりと。はい。象徴的なのはソフトバンクです。AI 関連事業への強い期待から、1日で 10.6% という、爆発的な上昇を見せました。10% 超えですか？それから銀行株。三菱 UFJ をはじめとするメガバンクは、日銀が近く金融政策を正常化する、具体的に言うと短期金利を 0.75% まで引き上げるっていう市場の織り込みを背景にですね、純金利マージンが過去30年で最高水準に達するって報告してます。なるほど。ただ、この日本株のラリーについて、一部ではまたバブルじゃないかって声も聞こえてきますよね。80年代の熱狂を思い出す人もいるみたいですけど。それは非常に重要なポイントですね。でも今回は当時とは決定的に違う点があるんですよ。それは何でしょう？答えは PE レシオ、つまり株価収益率にあります。企業の利益に対して株価が何倍まで買われているかという指標ですね。その通りです。1989年のバブル絶頂期、日経平均の PE レシオってなんと60倍を超えてたんですよね。60倍？もう企業の稼ぐ力に対して異常なほどの期待が株価に乗っていた状態です。期待だけで膨らんだ泡みたいな。まさに。一方で現在の PE レシオは 16.2 倍。16.2 倍。これは歴史的に見ても国際的に比較しても非常に健全な水準なんです。つまり今の株高は単なる熱狂や投機じゃない。企業の堅実な利益成長というしっかりした土台に支えられている。これが80年代との最大の違いですね。なるほど。そしてその実体経済の強さを裏付けるように日銀の政策転換が現実味を帯びてきていると。そうなんです。市場は早ければ今週金曜日の決定会合で日銀が利上げに踏み切る可能性すら織り込み始めています。これが実現すれば日本の失われた30年が本当に終わる。まさにゲームチェンジャーになりますね。そしてその期待が USDJP、ドル円レートを153円台まで押し上げている。これはもう構造転換を市場が確信し始めている証拠と言えますね。日本のこの力強い復活劇の一方で、これまで世界経済を牽引してきたアメリカは、実は、表面的な数字ほど盤石ではないというデータも出てきているんですよね。まさにそこが今の市場の大きなパラドックスなんです。ニューヨーク時間の午前8時30分に発表された1月の雇用統計ですが、ヘッドラインの数字は市場のドカモを抜くものでした。強かったですよね、数字は。非農業部門雇用者数が市場予想7万人増に対して結果はなんと103万人増。失業率も 4.3% へと改善しました。
普通に考えればアメリカ経済は絶好調だと FRB も安心して利下げを見送れるという話になりますよね。はい。実際に市場はそう反応しました。CME のフェッドウォッチツールを見ても、6月の金利据え置きの確率が一気に 41% まで跳ね上がりましたから。なるほど。その結果、アメリカの10年債利回りも大きく反発しています。しかしその力強いヘッドラインの裏にはかなり大きな罠が隠されていると。そうなんです。ここからが重要なんですが、同じレポートの中で、2025年の年間の雇用創出数が当初発表の 58.4 万人からわずか 18.1 万人へととんでもない規模で下方修正されたんです。ちょっと待ってください。58万人から18万人に？それはもう統計上の誤差とは言えないレベルの修正ですよね。異例の修正です。これはマクロ経済全体の勢いが我々が思っている以上に急激に失速していることを示す非常に危険なシグナルです。なるほど。さらに、その13万人増という1月の雇用の内訳を詳しく見ると、そのほとんどがヘルスケアとか社会扶助といった、ディフェンシブなセクターに集中してるんですよ。つまり経済全体が力強く成長しているんじゃなくて、一部の安定したセクターだけが雇用を支えていると。これはよく言われる景気回復の典型的な症状ですね。まさにその通りです。富裕層は伸びるけど、多くの低所得者層は取り残されていくっていう格差の拡大を示す回復ですね。そしてその現実は企業の決算にも現れている。例えばマクドナルドの決算、好調だったんですが、その中身を見ると、明らかに年収4500ドル以下の低所得者層をターゲットにした安価なバリューメニューが牽引してるんです。消費者が節約志向を強めている証拠とも言えますね。そうですね。一方で S&P500 全体の利益成長率 13.0% っていう数字も、これも内訳が重要で、ドル安の恩恵を受けやすいグローバル企業の利益成長率は 17.7% と高いんですが、アメリカ国内中心の企業の成長は 10.0% にとどまっています。つまりアメリカ国内経済の実態は全体の数字が示すほど強くはないと。しかも現在の S&P500 のフォワード PE は 21.5 倍。過去の平均を大きく上回る水準です。市場はすでに完璧な未来を織り込んでいて、少しでもネガティブなサプライズがあれば大きく崩れかねない。まさに綱渡りのような状態にあるわけです。構造転換で勢いづく日本と、見かけとは裏腹に脆弱性を抱えるアメリカ。この2つの大きな流れに加えて、今、市場全体を覆う最大級のシステミックリスクが再燃していますね。イラン情勢です。米国が第2の空母打撃群を中東に派遣する可能性が報じられたことで、原油市場には深刻なリスクプレミアムが織り込まれ始めています。これはもう軍事衝突の蓋然性が高まっていることへの市場の直接的な反応と。そう見ていいでしょうね。原油価格の指標である WTI は65ドルの重要なレジスタンスラインを試す動きで、これは5ヶ月ぶりの高値です。なるほど。しかし、ここで非常に興味深いデータのダイバージェンスが発生しています。と言いますと？いるんですが、昨日発表された EIA、アメリカのエネルギー情報局の週間在庫統計を見ると、市場の予想をはるかに超える850万バレルもの大幅な在庫の積み増しが示されたんです。在庫が増えている。これは本来、需要が弱いことを示す極めて弱気なサインです。それは面白いですね。つまり、ニュースの見出しは強気で価格を押し上げてるけど、実際の需要と供給のバランスは緩んでいると？まさにそうです。強気なヘッドラインと弱気なファンダメンタルズが激しく衝突している。こういう時は、些細なニュース一つで価格が乱高下する可能性があるので、非常に注意が必要ですね。そして、この緊張は他の資産にも波及している。特にゴールド、金ですね。はい。ゴールドの動きは単にイラン情勢を受けた安全資産への逃避という単純な話ではないですよね。もっと大きな構造的な変化が背景にあるように見えます。おっしゃる通りです。3つの大きな要因があります。1つ目は中央銀行の動きです。はい。近年、米国の金融制裁をリスクと捉える国々が外貨準備のドルを減らして代わりにゴールドを買い増す動きを加速させています。ドルからの分散ですね。2つ目が中国の個人投資家の参入。不動産不況で行き場を失った個人の資金が ETF を通じてゴールド市場に流れ込んできています。なるほど。そして3つ目がアメリカの根強いインフレです。物価上昇率が 3% 近辺で高止まりしているので、
インフレヘッジとしてゴールドの魅力が高まっているわけです。ファンダメンタルは完全にゴールドにとって追い風だと。テクニカルな面、つまりチャート上の価格の動きはどうなっていますか？テクニカル的にも極めて重要な局面を迎えています。金価格は一時5118ドルまで上昇しましたが、市場参加者の誰もが次の重要なレジスタンスラインとして5000ドルを強く意識しています。5100ドル。このレベルを明確に上抜けることができれば、さらなる上昇への道が開ける可能性がある。この動きにつれるように、シルバーも 4.6% 急騰して84ドルを超えるなど、貴金属市場全体に強い買いの勢いが生まれていますね。それではリスナーの皆さんへの今日の重要なメッセージを整理しましょう。まず、日本市場のラリーは構造改革への本物の期待に支えられており、まだ続く可能性が高い。はい。ただし、その鍵を握るのは日銀の政策転換であり、それを占う円の動向からは一瞬たりとも目が離せないと。それが次の大きなカタリストになるでしょうね。一方のアメリカ経済はヘッドラインの数字に騙されてはいけない。そうですね。データの内訳は明らかな脆弱性を示しており、株価は非常に割高な水準にあります。そして何より、地政学リスクが再び市場の主要な価格決定要因として浮上してきた。貴金属市場は当面大きなボラティリティにさらされることになりますね。そうです。今後投資家の皆さんが特に注視すべき具体的な価格レベルはどこになるでしょうか？はい。今週の攻防の最前線となるのは、まず日経平均の58,000円。ここを定着させられるか。そして USDJPY の153円。この円高の流れが続くのか。WTI 原油は65ドルのレジスタンスラインを突破できるか。最後にゴールドが5100ドルという心理的な壁を越えられるか。なるほど。これらの価格レベルの攻防が短期的な市場の方向性を決定づけることになるでしょう。時代の先を読み解くグローバルマクロパルスでした。最後に一つ、リスナーの皆さんに思考の種を。もし今回の日本市場の復活が本物であるならば、これまで30年間デフレとゼロ金利に慣れ親しんできた日本の国内投資家や預金者の行動様式そのものが今後どのように変化していくのでしょうか。その巨大な眠れる資金が動き出すとき、このラリーは我々の想像をはるかに超えるものになるのかもしれません。当番組は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定はご自身の判断でお願いいたします。